こんにちは。今日はまた新しい画像生成 AI 見つけたので試してみました。どのくらい使えるのでしょうか。では、本編どうぞ。画像生成 AI の話です。で、これもですね、ここ数ヶ月はもうずっとですね、イメージ N3 が一番最強だよって話してましたが、なんか、ちょっとすみません。どこでかわかんないですけども、一応なんかベンチマークサイト、画像生成系のやつありますけれども、あそこでなんか、ちょっと、イメージ N3 とかそこら辺抜いて、一番トップのスコア出したよってやつがですね、ちょっとこのレーブってやつらしいんでですね、ちょっとそれをちょっと試してみました。ただ結論から言うと正直、得意不得意がすごいあるんでですね、そうですね、はい。そういうピンポイントでちょっと使いたいところ以外はですね、そんなに、イメージ N3 でいいかなって感じはしたって感じですね。はい。ちょっと、今回ちょっと比較としてですね、やったのが、普通に以前にイメージ N3 でですね、動画作った時にですね、こんな感じでですね、人物系いろいろ作れます、人物とか衣装系いろいろ作れますよとかですね、そこら辺やった時のやつだとか、あとはそうですね、アニメ系のやつとかやったやつのですね、そこら辺、要は以前やったプロンプトをですね、そのままコピペしてですね、同じような感じでどんな感じのやつが出てくるのってところをですね、ちょっとやってみました。で、まずやったのがですね、この、1960年代の日本アニメのワンカットみたいな感じのやつですね。はい。これやったんですけどもね、結論から言うとアニメ系は弱いです。はい。1回にあたり4枚ずつ出てきます。で、なのでですね、一発目のプロンプトの結果がですね、この一番下の行になると。これがですね、確か、さっきの1960年代のアニメみたいな感じなんですけれどもですね、全然なんか、はい。やっぱり、イメージ N3 に比べると全然時代感もないし、なんか、特にそう、アニメかと言われるとどうなのみたいなところもあったりするんで、この時点でちょっとお察しな感じがちょっとだいぶしてた確かに。っていうところで、はい。で、次にやったのが、1990、これかな、このスラダンが出てきたやつで、要は1990年代のその日本のアニメっていうところですね。はい。イメージ N3 はちょっとドンピシャなやつが出してきたんですけれども、こいつが出すやつだと、別に90年代って感じでもないし、別になんか、ここら辺がちょっとなんか、キャプテン翼みたいな感じがなきにしもあらずですけども、ちょっと、なんかやっぱり、なんかそこまでなんかアニメ解像度高くないなってところがですね、見えてきたなってところですね。はい。あともう一個やったのが、ジブリ風というかですね、細田守かな、多分これか、この細田守風のやつみたいな感じで作らせたのに確か近いような感じ。もしくはそのジブリ風って入れとかは覚えてないですけども、そこら辺のプロンプトです。で、それでやったやつ、ちょっと確かにジブリにちょっと近い感じはなんか出てはいるんだけど、やっぱアニメではない。あとよくわかんないやつ。これは全然違うようなってことですね。はい。これもよくわかんないなとかですね。はい。とりあえずなんかこれじゃねえなってところが出てくるって感じですね。なので、ちょっと最初に言った通りですね、アニメ全般的に弱いねってところがですね、見えてきましたよと。はい。じゃあちょっと実写どうなのってところなんですが、実写は強いです、正直。で、実写系のやつですね。実写って言えば、よくあるのがですね、この生成 AI 系のやつですね、グラビア系のやつでよくなんか書かれてますけどもですね、そこら辺なんかどうなのってところで、はい。これちょっと、はい、一発目にやったやつがですね、ちょっとこれちょっとイメージ N3 用にプロンプトをちょっとチューニングしたところがあってるんでですね、普通になんかイメージ N3 って結構ガードがあったりするんで、普通になんか、20歳のグラビアフォトでやっちゃうと全然出せなかったりするんで、この本の見開きみたいな感じのやつをつけてですね、ちょっと抜けるみたいな感じのやつやってるんでですね、ちょっとそれでですね、グラビア本の見開きっていうプロンプトになっちゃってるんでですね、そんな感じなんではあるんでですね、ちょっとそんな感じのやつが出てきてるんで、これはしょうがないと。はい。それはしょうがないんですけれどもですね、はい。悪くはないかなと。はい。ってところで、これとかすごいですよね。はい。普通に。やっぱ実写系はだいぶ強いなって感じですね。はい。特に日本人であってもですね、そこら辺の違和感はだいぶないかなっていう感じはしますよというところですね。はい。ただ、ディティールがね、やっぱり弱いんですよね。実際これ見てみると。目なんかおかしいんですよ。怖いですね。はい。そう。やっぱディティール弱いんですね。これ怖いわ。そうなんですよね。そう。ここら辺がね、やっぱりディティールがむしろ強い、イメージ N3 とのですね、対比としてはですね、ちょっと、はい。ちょっと劣るなっていうところがですね、ありますよと。はい。これと同じ、で、続いてがですね、同じような感じでですね、ちょっと姿勢をもうちょっとつけてみて、単純に寝姿にしてみましたというですね。寝姿にした場合、どんなのやっていう話ですが、ここらは大体うまくはいっています。寝姿なんで寝姿みたいな感じでちゃんと出てくるし、日本人の感じもですね、そんな違和感はないよと。はい。ちょっと顔がぐにゃってる感じはなきにしもあらずですが、全体的に、いわゆるちょっと多少和服して着せてる感はありますが、そんなになんか日本感をですね、すごく強調してくる感じもないんでですね、おおむねですね、そんなに日本人間に関してはですね、悪かねえかなというところですね。で、あとですね、これなんだっけ、そうか、これ手見せてるやつかな。ちょっとすみません、このプロンプトなん
だったかいまいち覚えてないですけどもですね。これも同じような感じか。普通になんか真正面系のグラビアだった。やっぱりなんか真正面のですね、普通のグラビアですね。まあ普通にいい感じに出してくるよねって感じですよね。はい。ここら辺とかほぼほぼわかんないですもんね。はい。なんでですね。で、もう一丁が出したのがですね、これ、たくさんの人出せるかなのやですね、100人の日本人の女性で、なんか手出して、まあ要は手がぐちゃつかないかとかですね、そこら辺見るためにですね、両手出してるよってやつですよと。はい。で、結構そのプロンプトに対する忠実度に関してはですね、実はこっちの方が良かったりします。で、さっきのやつだと100人出してっつってもですね、100人出してないじゃないですか、ここら辺って。はい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 。ここら辺がですね、ちゃんとですね、まあ100人近くですね、ちょっと厳密にこれ100人かわかんないですけどね。だし、はい。たださっき言った通り、ちょっとディティールがやっぱね、潰れる気持ち悪いんですよね。まあそこはあるんですけども、やっぱプロンプトに対する忠実度という意味だとですね、だいぶ良さそうかなと。あと手もそんなにぶっ壊れてはないかなというところですね。まあ目がぶっ壊れてるのがちょっと気にはなりますけれどもですね。はい。まあなんでですね、やっぱりそう、やっぱイメージェン3よりもですね、いいところもなきにしもあらずって感じですね。はい。怖い。すげえ怖い感じの絵になってますけどもですね。はい。違和感はないですよね、多分。はい。そんなに。はい。なんでまあよくできてますよと。はい。怖い絵ではあるけども違和感はない感じって感じですね。はい。あとはですね、いわゆるもうちょっとカメラのですね、パラメータ的なやつをもうちょっと指定したやつはどうなるのっていうところっていうやつでございますよと。で、いわゆる例えばこの 35mm レンズで F16 値で撮った場合にどんなのっていう感じですね。まあ大体例えばこれだと F16 なんで、いわゆる結構絞った状態なんで、あんまりボケて欲しくないんですけれども、イメージェンス P だとちょっとやっぱボケちゃうよねってところがですね、とか、まあ要はここら辺の言うことがあんま聞かないんですよね。基本的にこういうパラメータ的なやつですね。まあそれっぽいのは出してくるけどもですね、厳密じゃないと。で、まあそういう意味だとこれもそんなには効きはしないかなというところですね。やっぱ F16 釣ってる割にはえらいボケすぎだなみたいなところがですね、なきしもあらずだし、すみません、さっきの戻しちゃってな感じだし、はい。まあ 35mm かっつうともうちょっと寄りすぎな感じもしなくもないんで、まあちょっとそこまでなんかあんまり、ちゃんとコントロールはできてないかなって感じはしますよと。はい。で、これを例えば F16 をですね、まあレンズを10何ミリで F2. いくつみたいな感じで、よりマクロな感じの絵に変えたときはどんなかっていうとですね、まあでもやっぱりちょっと、このプロンプトの場合だとですね、そう、先ほど言ったように10何ミリで F2. いくつぐらいのやつを指定します。なんでよりマクロ感はちゃんと出てくるんでですね、イメージェン3に比べると多少はですね、ちゃんとですね、そこら辺従ってくれるのかなと。まあちょっとボケ感がもうちょっと欲しいかなって感じはなきにしもあらずなんですが、まあ、悪くはないか。まあでも完全に従ってくれるわけじゃないんでですね、外す時もあったりするよって感じではある感じですね。はい。まあ、なんでですね、まあうまくいったりなかなかだったり。で、次にやってるのがですね、イメージェン3だとできないやつ、子供です。子供出すのがですね、基本的にイメージェン3って全部拒否ってくるんでですね、そこら辺ちょっと出せるかなってやつをですね、はい、出してます。なので、同じようなグラビア写真で、今度はですね、少年で出してみてます。少年のグラビア写真の見開きってやつで出してみると。まあちょっと目が気持ち悪いんですけど、まあただ子供ちゃんと出してはいるよね。ちょっとね、全般的に目が気持ち悪いんですけどね。まあちょっとそれはしょうがないというところでですね。まあ、でもちゃんと出してはいるよねってところですね。はい。そのジャパニーズボーイぐらいの感じで出してるんでですね。まあ確かにボーイではあるなぐらいの感じのですね、やつも出してきてるって感じですね。はい。ってな感じですね。はい。では今度、これ次やったのが、そうですね。これも同じような感じかな。これもさっきのあれですね。ブックスプレッドをなくしてですね、単純に寝姿として出してるってやつですね。寝姿の少年みたいな感じで出したやつですね。はい。まあ、ここら辺とかもガチのに、すごいですね、ちゃんとしてるなっていうのが分かるかと。まあ、これを単純に女の子にしても同じような感じでできるよって感じですね。はい。まあ、そこら辺は問題なくできるかなっていうところですね。はい。ってところです。で、あとそれ以外のですね、年取ったですね、女性だとか、まあ、そこら辺も問題なく同じようにできるし、年取った男性も同じような感じでできるよって感じですね。だいぶリアルですね。はい。いい感じにできるというところですね。はい。で、次にやってるのが、あれです。やっぱイメージェン3の一番得意なところのこのディティールのすげえ細かいやつですね。はい。ここら辺、イメージェン3やっぱりそう、やっぱディティールがやばいよっていうところがあったんでですね。まあ、こういうふうにごちゃごちゃした衣装を出させた時にどうなるのかってところなんですが、まあ、それに比べればやっぱりちょっと弱いなってところですね。別に間違ってる感じはなくいないんですけどねですね。史上最も絢爛豪華な衣装みたいな感じで出させたんですけれども、まあ、ちょっとなんか絢爛豪華さが物足んないかなとは思いつつ、まあ、ただ指示には従ってるよって感じですね。はい。そう。まあ間違ってはないけどくらいの感じなんです。あまり面白い。そう、イメージェン3がすげえっていうのに対して、こっちはあんまり面白みがないなっていう感じですね。はい。はい。はい。ってなところがあるんでですね。まあ、ほどほどかな。これとさっきと同じような感じでですね、今度はごちゃごちゃした衣装。じゃあアイドルユニットでごちゃごちゃして、さらにはその、人が3人いますよみたいなやつですね。まあ、これイメージェン3だといい感じにより出してますけれど
どもですね、これもまあまあ確かに、ここら辺のフリルとかそこら辺の感じはですね、だいぶリアルに出してくれてはいるんでですね、ここら辺はまあまあ、結構そんなにもおかしくはないかなと、なんかいろいろヒントよくわからないような感じになってますけれどもですね、まあ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 、ここら辺、まあまあ変な感じじゃないというところです。ただやっぱりなんかイメージン3に比べたときに、なんか全体的に安っぽいんですよね、なんか知らんけど。なんかね、やっぱイメージン3の方が洗練された映画がやっぱ全体的に出てくるっていうイメージはあるかな。で、同じような感じでですね、今度はパリコリで1960年代のやつって感じで出した場合に、これ、なんかね、安っぽい感じになっていて、間違いではないよなという、60年代なきにしもあらずだし、そう、奇抜感はない。で、こんな感じ。60、どうだろうな。やっぱりちょっと時代に対する理解度ちょっと低いような気がしますね。60年代かって言われると単純にちょっと古い時代ってだけな感じがするし、でも確かに60、これも60年代感なきにしもあらずだけどっていう感じですね。全体的にちょっとやっぱり面白みが欠けんなっていう感じがですね。あとこれはもう全然関係ないよねってやつが出てくるんで。はい。こんな感じですよと。なんで全体的にちょっと満足度が低いぞと。とかです。もうそうじゃなくて、人じゃなくてですね、もう単純にもうさっきの絢爛豪華な衣装ですね、そこら辺をですね、ドレスをですね、ひたすら出させるってやつをですね、やってみると、イメージン3は当然ここら辺得意なんで、いい感じで出してくるんですけども、それに比べたときに、やっぱりちょっと、なんか、間違っちゃいないんだけどねっていう、なんか物足んねえなって感じだね。やっぱりね、ディティールがもうちょっとなんかしっかりしてくれればなって感じは悪くはないんだけど、で、なんか全体的にイメージン3に比べたときに、なんか面白くないというか、安っぽいというか、そんな感じのちょっと、になりがちだなというようなところがですね、大体見えていかなきゃかなという。そうですね。あと最後にやったのがですね、いわゆるアート系のやつです。結構アート系も強いよみたいなところをちょっと以前話したかと思いますけれどもですね、以前やったやつでですね、結構アート系クソ強だよみたいなところを話したかと思います。こんな感じのですね、いわゆるこれネオポップって呼ばれているような感じのですね、要はごちゃ混ぜ系のですね、ちょっといろんなものをですね、混ぜ合わせたようなですね、アートみたいなのがですね、結構ちゃんと、イメージン3出してくれてたんですけどもですね、で、それ指定してみたところですね、なんかジャパニーズネオポップって指定したんですけどもですね、なんか全然なんか違うような感じのやつをですね、出してきてですね、なんか、で、そうですね。で、単純にネオポップって指定しただけだとこんな感じになってきてるんで、やっぱなんか微妙だなってところになりますよと。こんなとこかな。そんなところでですね、結論から言うとやっぱり、ちょっと弱いなというところですね。になりますね。あと、いくつか、そうですね。あといくつか出してはいるんですが、いわゆる格闘ゲーム、2D 格闘ゲームのやつみたいな感じで出したやつ、これもほどほどって感じですね。そんな間違ってはないと。そんな、面白い。いや、全体的にやっぱ面白みがないんですよね。で、あとあれですね。なんか文字が得意みたいなところ聞いたんで、これやったのがですね、こんな感じで書きました。OK と書かれた OK みたいなですね。このプロンプトで出してます。で、実はこれ、日本語でそのまま書いてもですね、これでちゃんと出してくれるんでですね、イメージン3と比べてですね、日本語のままいけるってところはですね、結構強いかなと。ちょっと OK っていうのはやっぱりなんか、ニュアンスとしてはやっぱり、必ずしもあれなんで、そこはしょうがないです。多分、単純にバスケット的なやつになっちゃうんでですね、こういうふうになるのは別に、多分ちゃんと起用系だとか日本の起用系みたいな感じにするとですね、よりもうちょっとあれなんですけども、別にそこは大丈夫でして、文字でアルファベット出すのはまず大丈夫だねってところがそう。じゃあじゃあ、アルファベット出せんだったら、じゃあ、やっぱここやっぱ一番気になるところで言うとですね、日本語を出せるのかってところですね。それがやっぱ気になると思うんですけどもですね。難しそうですね。むずいですよね。顔に顔っていう漢字をですね、書かせようとしたんですけどもですね。やっぱり漢字は難しいなというところになりますね。全然関係ない。やっぱよくわかんないやつをですね、出してくれるんだという感じですね。です。で、ちょっと漢字じゃ難しいんだったら、ひらがなどうだろうっていうところで、今度は漫画の吹き出しで、シンプルにあっていうひらがなが、出てるようなやつはどうやっていうところなんですが、それを、似たような時があるんだけども、基本的にやっぱなんか変な感じで、全然なんか違うの出してきて、やっぱダメだなって言い方ですよね。なので、やっぱりアルファベット以外いけない、アルファベットに関してはイメージン3も普通にいけるんでですね、そういう意味では、ここら辺のですね、文字系もそんなになんかアドバンテージはないのかなっていう感じがしたというところですね。で、ただ、そうですね、あとそれ以外で試したのがあれですね、シンプルなアイコンを作ってみるみたいなやつですね。ここら辺はイメージン3同様ですね。これはあれですね、ロボット掃除機のアイコンを普通に作らせたやつなんですけどもですね。これは別にそのイメージン3でも同じように作れるんでですね、同等にいけるねぐらいの感じの確認って感じですね。そんなおかしくないというところですね。とりあえずここら辺まで試して、一応、1日に使える、あれですね、クレジットをちょうど使い切るぐらいの感じですね。なんで200枚いかないかぐらいかなというところですね。てな感じですね。てな感じでしたというところです。そうですね。イメージン3が一応異常なんですよ。そこは。なるほど。あそこはやっぱり Google の資本がね、やってるんでです
あそこはしょうがないですけども。はい。まあでも、そうですね。まあここら辺はここまで見てみて、やっぱり、そう、アドバンテージとしては、そうですね。せいぜい子供が出せるとか、そういうとこぐらいかな。そうですね。ちょっとあとはプロンプトとかね、プロンプトへの準拠率がより高いかなっていうところはありつつも、はい、まあ、た100だ、人のやつとか100人とかあるんですけども、まあそもそも人間出す時に顔がよりおかしくなるとかあったりするんで、まあ個人的には別に、まあイメージン3で特になんか不満はないんで、まあ別に大丈夫かなってとこですね。まあもしかしたらちょっと普通の人物とかグラビア的な感じのやつを描く場合はいいのかもしれないですけどね。まあでもなって感じですね。はい。まあなんか一人の時もたまに AI っぽい、昔の AI っぽいタッチそうですよね。になってる時もありましたよね、こっちと。まあ、そうですね。やっぱ、ディティールやっぱ弱いんですよね、普通に考えて。はい。まあ、なので、本当に、まあ、いいかと言われるとちょっとあれかな。まあ、やっぱりそのプロンプトに対する忠実度みたいなところがなんか強いらしいんでですね、もうちょっとなんか、はい、凝ったプロンプトとかを、やった時によりなんか進化を発揮するのかもしれないですけれども、まあ、個人的にそこまでなんか、まあいいかなって感じなんで、はい、ってとこですね。とりあえずそんな感じで。そうですね。実際やっぱ触ってみないとランキングの感じじゃないんです。ですね、はい。全然意外と、まあ多分、あれですね、多分ランキングとかでよく出てくるような絵と、私がちょっと今回試したような絵の傾向がちょっと違う可能性もあるんでですね。はい。まあ、そもそも今回ってほぼほぼ日本人だけだったじゃないですか。はい。はいはい、なんで、はい。日本人とそれ以外のところでまた違うとか、多分あると思うんでですね。まあそういったのもちょっと、はい、可能性としてはあるかなというところで、まあ今回はちょっと、でも、まあとりあえずこういう感触でしたって感じですね。はい。はい。はい。まあとりあえず、はい、そんなとこですかね。時間としてはちょうどいいかな。はい。一旦ちょっと、はい、今日は、新しい画像生成 AI を試してみて、まあいいかなって感じでしたっていうところですね。惜しいは惜しいんですけどね。はい。そんなとこかな。じゃあ、失礼します。大丈夫かな。はい。ありがとうございました。失礼いたします。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。お疲れ様です。レブ、使うなら実写の子供が作りたい時ぐらいですかね。まだしばらくはイメージン3使うことになりそうです。では、またお会いしましょう。